オーロボッツフランベチャンネル、今日の話題はこれ。そう、ようやく集計と解析が終わりました。やあすっげえ面倒くさい。集中してやり遂げました。1時間で。で、先に本題の問題なのだが、これってどうなんだろう。おそらくそうなんだろうって思いはするのだが、この話は最後に。ではまずロボットそのものから。今回より表を別にまとめるのが面倒いや皆さんにより分かりやすくと思いまして、一時加工のままご説明します。まずボットレベルだが、これは 93% でマーク3だったね。やはり耐久力マキシマムまで上げることが大前提だろうね。中途半端なレベルでは強靭とまで言えないってことだろうね。次に装備武器だが、近接と中距離においては特段の差はなく、環境武器もしくはアルティメット、そんな感じだね。弱体化次第じゃあるが、おそらく今後は M80 あたりが増えそうだね。リオそのものの出撃率は極端に下がりそうじゃないので、その時々の環境武器を装備する、そんなボットと思うのだが、次にモジュールのベース、やはりアーマーが多いのだが、一方でリアクターの火力増加も一定数いるね。アクティブモジュールは大多数はアンステとなっている。おや、これってパワーセルをふんだんに惜しみなく使える重火金クジラさんが多いってことだろうか。そして選択モジュール、これはもうセルフと意味言うん。これで決まりだろう。これだけの選択率なんだしね。さらにドローンも青ポ、これ一択と言って過言ではないだろう。ここまでをまとめてみよう。ほぼ全プレイヤーと言っても過言でないだろう。選択するボットのセットアップ、マーク3が絶対。そしてドローンは青ポ、装備武器は特に選ばず、モジュールはこれら一択。わかりやすいね、ここまでは。ではパイロットについて。今回の集計結果では一言で言うならば、かなりパイロットスキルの選択はまちまちで、基本耐久値が特に高いことから、結構これならいけるんじゃねえって感じだとフランベの印象です。その中でアーマーエキスパとロードホック、ガンスミスマスター、これが基本となるようだ。そして耐久値マシマシのタフガイ、もしくはパワーセルをふんだんに使うならドジャーもって感じだろうか。で、一つ目の素朴な疑問となるのだが、このワンダーワーカー、これってリオの場合発動させたアビリティ、これを一旦終了させ再びアビリティを発動させる。このことによってアビリティ終了時の着地と同時に最大耐久値に対する 9.5% を修復するんだよね。いやね、フランベ的にはリオが着地し数秒間回復してるってシーン、あまり記憶がないんだね。常に浮遊してるって記憶なんだね。だからこのワンダーワーカーの選択率 43% が少し不思議に思えてのことでした。それじゃ最大の疑問というか、フランベが分かっちゃいないだけなんだろうが、このサプレッサー、おや、サプレッサーってこれリオにはその言葉通りのサプレッションはないでしょう。となるとサプレッションを選択したプレイヤーってまさか勘違いってことはないだろう。ならばもしやフォートレスリンクに効果あるのかしら。これが最大の謎なのだが、この辺りなかなか検証しづらいとこなので、ご存知であれば教えてください。それじゃまとめとしては、先ほどのワンダーワーカーとサプレッサー、これ次第じゃあるが、カッチカチのリオを作り上げるにはかなりの費用がかかりそうだ。マーク3もしかりだが、パワーセルを惜しみなく使うプレイヤーが多いってことだろう。そうでなければいろいろ試せるロボットであることは間違いなく、その場合は射程距離が長い武器を選択すればワンダーワーカーの回復も使えるだろうし、ラプターや防御緩和武器、これに注意さえすればかなり使えるボットと言えそうだ。たとえ今後の弱体化あっても、空中浮遊継続と防御力高い点、これでフランベは高く評価したい。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。